はい、健康生活チャンネル、健康美容食育士の海老原貴弘です。今回はですね、玄米のフィチン酸を96% 減少させて美味しくする方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは健康のために、あるいはダイエットや美容のために玄米を食べたいけれども、玄米に含まれている種子毒、フィチン酸が気になってなかなかチャレンジできないというお悩みをお持ちではないでしょうか。フィチン酸をね、よくご存知ない方のために、後でまたご説明はしますが、ミネラルの吸収を邪魔する働きがあるということなんですけども、これもですね、諸説あって、取ってもいいものなのか、取ったらいけないものなのか、かなり意見が分かれるところなんですね。ですが、玄米にチャレンジできない方の中には、このフィチン酸のリスクをどう受け取ったらいいか分からずに、結局白米にしてしまっているという方が結構いらっしゃいますので、今回は研究の結果からですね、分かった玄米のフィチン酸を 96% 除去するというすごい方法をお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧になって、あなたの食生活を見直すきっかけにしていただければ、ありがたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、玄米のフィチン酸を 96% 減少させて美味しくする方法についてお伝えしたいと思います。で、今回の動画の流れはこのようになっています。まずフィチン酸について知らない方も多いと思いますので、まずはフィチン酸についてお伝えして、その次にですね、研究報告をお伝えして、そしてその次にですね、実際に研究報告から分かった実際のやり方をですね、お伝えして、最後にとても簡単にリスクなく玄米を取れるアイテムについてお伝えしていくという、この順番でね、ご紹介していきたいと思います。で、玄米というのはですね、とても栄養素に優れています。食物繊維は白米の4から5倍。ビタミン B1 は8倍と。ビタミン B 群結構豊富なんですよね。そして健康のためにとても重要なミネラルであるマグネシウムは7倍も含まれているという、超健康食材で、これがですね、毎日の食卓に並ぶ主食で取れるわけですから、玄米を選ぶメリットはとてもすごいものがあるんですね。ちなみにですね、栄養素についての説明であるとか、玄米のリスクなど、玄米のメリットとデメリットについては以前の動画、玄米のメリットデメリットとおすすめのお米という動画でお伝えしていますので、ぜひそちらの動画もね、まだご覧になっていないという方は後でご覧になってください。で、前回の動画もですね、ご覧になっていただいた方は、玄米の魅力であるとか気をつけるポイントについて分かっていただけたと思います。で、その動画の中でね、お伝えしたフィチン酸についてやっぱり未解決でしたので、気になっている方が多いと思うんですよ。で、フィチン酸というのは玄米とか米ぬか、豆類とかね、種子類に多く含まれるもので、ミネラルを吸収しにくくする働きがあるんですね。というのも、このフィチン酸という成分は、もともとはですね、植物にとっての三大栄養素の一つであるリンの貯蔵する役割する成分で、ミネラルととても結びつきやすい性質を持っているんですね。で、このフィチン酸があることで、ミネラルをですね、フィチン酸が抱えてくれて、種子の中にね、このリンを留めてくれる、栄養素を保ってくれるという働きをしているんですね。ですから、この成分は人体に入ってもですね、ミネラルと結びつきやすいという性質がずっと続きますので、この性質が失われずに、玄米の中のミネラルを抱えたまま、腸で吸収させずに排出していってしまうという、キレート作用というものがあるんですよ。ですから、玄米の中のミネラルはですね、吸収しにくいというデメリットがあるんですね。ただし、この場合のミネラルは、有害なミネラルも無害なミネラル、体に必要なミネラルも、どちらも吸収しにくくしますので、メリットもデメリットもあるものなんですね。ですので、玄米を食べる際には、ミネラルを吸収しにくいですから、海藻類であるとか、野菜類などのミネラルの多い食品を一緒に食べることがおすすめなんですね。ここまでは前回の動画でもお伝えしました。ですので、ちょっと厄介なフィチン酸なんですけども、このフィチン酸をですね、分解除去してミネラルを効率よく吸収できないかということについて調べた研究報告があるんですね。で、これはですね、オランダバーヘニンゲン大学や中国農業大学が行った研究報告で、お米の亜鉛の量を維持しながらフィチン酸を減らす方法を探すために、浸潤であるとか発芽、発
酵などの影響を調査したものになります。で、もともとですね、玄米を食べる際には、フィチン酸の影響を最小限にするために、また玄米を柔らかくするために、浸水するという作業を行うことが常識なんですね。このフィチン酸をなくすためには、その浸水する水につけておくか、あるいは炒めるという方法がね、いるという方法が使われているんですよ。なので、そのナッツ系とかはね、よくローストするじゃないですか。あれ、ローストしてないと、このフィチン酸とか種子毒がなくならないので、ローストしてあるんですよ。でも、玄米をローストしてしまうと、パサパサになってしまいますから、水分飛んじゃいますからね。だから、玄米ではそうではなくて、浸水する、お水につけておくという方法を取ることが常識なんですよね。で、これは夏場であれば12時間、冬場であれば24時間の間、玄米を水に浸しておくという方法で、これを行うことでフィチン酸を除去することができるんですね。で、また、フィチン酸というのは玄米を発芽させるための成分ですので、玄米が発芽してしまえば消費されてフィチン酸というのはなくなってしまうものなんですよ。なので、それを利用して玄米を発芽させる発芽玄米という食べ方もあります。そしてもう一つですね、玄米を発酵させることで、発酵というのはですね、様々な毒を分解してくれるという働きがありますので、その毒の分解だけではなくてですね、栄養素の分解して、その吸収しやすくするんですけどね。だからいろんなものを分解する働きがありますので、この効果によってフィチン酸を分解するという方法もあるんですね。で、この発酵による毒の分解ってとても強力なもので、例えばですね、フグの卵巣って毒がめちゃくちゃあるじゃないですか。でもこのフグの卵巣を食べるフグの卵巣のぬか漬けというものがあるんですね。で、魚のフグってめちゃくちゃ強力な毒でですね、テトロドトキシンといって呼吸困難になって死亡してしまうというとても恐ろしい、本当に怖い毒ですので、一般の方がですね、フグを調理することはできないんですよね。免許が必要なんですよ。なんですけども、石川県の一部の地域ではフグの卵巣をぬか漬けにすることで、この毒をですね、分解して、そしてそのフグの卵巣も毒の塊ですよね。この卵巣を食べるという、なかなか恐ろしい調理方法があるんですね。でもこうすることでフグの毒でさえも分解してくれますので、安全に食べることができるんですよ。このように発酵にはですね、とても強力な毒の分解作用がありますので、この作用を玄米にも応用しようとした方法なんですね。で、この浸水と発芽、発酵の3つの方法を行ってフィチン酸の変化を測定したんですね。で、その結果ですね、まず浸水した場合の効果は最も小さくて、無傷の玄米を25度の水で24時間浸水した場合でも、フィチン酸の除去率は20%未満と低い数値となりました。ですから以前からですね、常識とされていたこの浸水という作業はですね、あんまりこのフィチン酸を取り除かないというか、除去できていないということが分かったんですね。で、またですね、この方法では亜鉛もですね、1%から20%の割合で失われてしまったという結果になったので、亜鉛も失われてしまうということも分かったんですね。そして発芽の方法ではですね、予熱を行った後、10度の水に浸し続けるという方法を行ったんですが、この方法ではですね、フィチン酸を42% から最大 59% まで分解することに成功していました。ですから、発芽玄米でも半分くらいはね、フィチン酸を除去することができたんですね。なので結構ね、その発芽玄米を選ばれる方が多いんですけども、一般的にですね、販売されている発芽玄米というのは、一度ですね、発芽させてあるんですけども、それって、時間が経つとですね、またその発芽ですね、また戻っていくんですよ。ニュニュニュってまた戻っちゃって、またフィチン酸に戻ってしまいますので、結局ですね、その発芽玄米買った場合でも、自分でまた発芽する作業をしないといけないですから、この点注意ですね。なので、発芽もね、大体半分ぐらいは効果があったということが分かりました。ですが、最も効果の高かったのは発酵だったんですね。で、発酵処理を行うことで、フィチン酸はですね、56% から最大96% も分解することができたんです。で、しかもこれは発酵が進めば進むほど分解も進んでいくという結果になりました。ですから、玄米というのはですね、発酵させることが最もリスクを低下させるということが分かったんですね。で、またですね、発酵させることで他にもですね、たくさんメリットがあります。発酵させた玄米を酵素玄米であるとか、寝かせ発酵玄米というふうに呼ぶんですけども、このような呼び方って聞いたことがないでしょうか。寝かせ発酵玄米ってね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですよね。で、まずですね、玄米というのは食べたことがある方はわかると思うんですけども、やっぱりね、その硬さがどうして
も残りやすいものなんですよ。ボソボソしたりだとかパサパサしてね美味しくないという方も多いんですよね。これは炊き方にもよるんですけど、そしてですね硬いということは消化が難しいということですので、胃や腸に負担をかけてしまいます。しかしですね、発酵玄米の場合ですね、発酵させる力によってある程度分解されていますから、食感がとても柔らかくなってもちもちして美味しくなっていますし、その分だけですね胃や腸にも負担をかけない玄米になります。でまたですね、味の面でもですね、玄米のでんぷん質が分解されてブドウ糖に変化していますので、甘く美味しい味になっているんですね。お米の美味しさって糖質の甘みがあることですからね。ですから発酵させることで玄米のデメリットをかなりなくすことができるんですね。ということで、ね、とても優秀な寝かせ発酵玄米なんですけども、これはその自宅のね炊飯器でも作ることができます。でこの作り方もね一応お伝えしておきますね。でまず準備するものは玄米が 600g、 これは4合の量になります。そして小豆が 50g、塩が 3g、 お水が 900ml の量になります。そして玄米を保温し続けることで発酵を進めていきますので、保温機能のある炊飯ジャーが必要となってきますね。でまずですねこの手順なんですけども、まずはですね玄米と小豆を3回から4回ぐらい洗います。この時にですねちょっと回数多めに洗うことで傷をつけることでね浸水しやすかったりとか発酵が進みやすくなりますので、このくらい洗った方がいいんですね。なんだったらその泡立て器とかでね、じゃあってその洗っちゃってもいいぐらいちょっと傷つけた方が発酵が進みやすいですね。そして次にですね、炊飯器の内側に移して、水 900ml とお塩を 3g を加えます。そして炊飯ジャーの玄米モードで炊き始めるんですね。でもしこの時ですね炊飯ジャーに玄米モードがない場合には、スイッチを入れずに6時間くらい水につけておいて、その後普通のモードで炊き始めることで代用することが可能です。でご飯が炊き上がったら保温状態のまま毎日1回ですね優しくふんわりとかき混ぜてください。これはもう毎日行う必要があります。でそして3日ほどですね、1日1回を3日ほどですね繰り返していくと、これで寝かせ発酵玄米が出来上がりになりますね。で出来上がったらこのようにかなり赤くなってきます。これはもう日が経つごとにねどんどん赤くなって、それをその3日とか4日とかそれを過ぎるとちょっと黒っぽくなってきますね。このように出来上がったらもちもちふっくらとした柔らかい食感で香りもいいですし、甘みがあってとても美味しい玄米をいただけるんですね。でこの分量で4合になりますので、1日で食べきらないという方は10日間までを目安として食べきるようにして、必ずですね1日1回はかき混ぜてください。そうしないと部分的にですね硬くなったりとか味が落ちてしまいますね。ですので玄米を無毒化して美味しくいただくのは結構時間がかかるんですが、この寝かせ発酵玄米はねやってみると手間自体はそんなにかからないんですよ。1日1回混ぜるだけでそんなに手間じゃないですからね。ただ3日間はこの炊飯ジャーを占領してしまいますので、玄米専用のジャーというのは必要になると思いますね。でも本当にねこれって美味しいですし、一度やってみると結構ハマる方もいらっしゃるんですよ。ですのでもしですね玄米のフィチンさが気になるという方はね、ぜひ試してみてください。ただですね、こんなにね、その手間をかけられないであるとか、3日も待てないという方もやっぱり多いと思うんですよね。で、そんな方はですね、簡単に安全な玄米をいただける、こういったアイテムもあります。で、これは普段のお米に混ぜていただくタイプの玄米なんですけども、すでにこれはもう発酵させてある玄米なんですね。で、発酵させることで先ほどご紹介したフィチン酸を分解してありますので、ミネラルをとても吸収しやすくしてあったり、同じく発酵の力によって栄養素を分解してとても吸収しやすい状態にしてありますので、食べた時のねその食感も柔らかくて、そしてお米のでんぷんが分解されていますのでとても美味しくなっています。でまた発酵することによって腸内環境の善玉菌を増やす働きのある乳酸菌をとても多く含んでいます。でこの乳酸菌の量で言えば通常の玄米の約10万倍にもなるという量が入っていますので、その分だけね腸内環境の改善効果に優れているんですね。でまた腸内環境やストレスの軽減に役立つ GABA という成分も豊富に含んでいます。
ですので、簡単にですね、効率的に玄米やメリットを手に入れたいという方は、こちらのアイテムもおすすめですね。で、この製品はですね、ファスティングライフという会社から販売されているんですけども、この会社のリンクもですね、下の説明欄に載せておきますので、ご興味がある方はね、下の説明欄からご覧になってください。で、フィチン酸については諸説あるんですが、知ってみるとやっぱり怖いものでもあるんですよね。で、その点ですね、フィチン酸をほとんど分解できる寝かせ発酵玄米は、デメリットをなくして玄米の栄養素などのメリットを手に入れることができますし、やっぱりこれね、めちゃくちゃ美味しいですので、ぜひ試してみてください。またですね、自分で作るのが面倒だという方は、私がご紹介した入れるだけのね、その酵素玄米もね、とても簡単ですから、そして美味しいですから、ぜひ試してみてください。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄のリンクからご覧いただけますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。